無人島に持ってくなら暗記物最新から数えて3枚分のアルバムかなんだろう、みんな自分のバンドやってる人って自分の CD あんま聴かないかったりするのかな。どうなんだろうね、わかんないけど、自分の気に入ったアルバム3つ、自分が歌ってるやつを持っていくかな。で、自分が気に入ってるやつっていうのは多分新しければ新しいほど気に入ってるから、新しいのから数えて3枚分持ってきます。はい。まあ X 全部っていう1枚が必要かなって思うんですね。だから X 全部と、全部で4枚しかないから1枚みたいなもんですよ。だから X 全部と、俺の X ベストでいいや。そしたら80分以内に収めるんで、それ1枚と、それを1枚と、アングラのそのエンジェルズくらいか、テンプル・オブ・シャドウズかちょっと悩むけど、エンジェルズくらいの方にしとこうかなと、あと1枚何にしようかなーって感じだな。じゃあ X は2枚組ってことにしようか。じゃあ X の2枚、俺ベストっていう2枚組とアングラのエンジェルスくらいの3枚にしようかな。難しい。3枚か。3枚を持ってく。3枚。X のジェラシー、坂本真綾の少年アリス、もう1枚、もう1枚、難しい。もう1枚なんだろう。なんだろう。ルナシーのエデン。はい。僕が中学生の時かなに、借りて衝撃を受けたミスタービッグのグレイテストヒッツっていうベストアルバムと、グレイテストヒッツの中に含まれていないけど僕が好きなトラップドインザトイランドっていう曲が入ってるヘイマン、ミスタービッグのね。あとは、同じ時期にすごい聴いてたサムシェイドベストの3枚にしようと思います。まずミスタービッグのベスト、ビッグビガービーエストは持っていくでしょ。そうなったらやっぱりルナシーなのかな。でもルナシー最近あんま聞いてないんだよな。ルナシーの何のアルバムかにもよるし、ルナシーだったら普通マザーに行くんですけど、俺は終幕直前のルナシーっていうのが好きで、唯一リアルタイムで体感できたアルバムというか、発売日に楽しみにしてそれ出して終幕しちゃったみたいな。でなので思い入れもあるし、世界で一番好きなトゥナイトも入ってるんで、そういうのも込みでルナシーですかね。で3枚目は無人島なんで多分南国だと思うんですけど、だからボブ・マーリーのベストなんだろう、ロケーションに合うかなみたいな。聞いてないですかあんまり。はい、この質問が今回のインタビューの中一番どうしようっていう質問だったんですけど、っていうのも私最近あんまり趣味で音楽を家で聴かないっていうのと、今の時代ってもうあんまりアルバムを CD でアルバム単位で聴くってないじゃないですか。なので好きなアーティストのこれ聴こうとか、アーティスト単位でザーッと聴こうとか、あとはねシャッフルで聴いたりとかっていうのも結構多いんで、なんですけど、私が大学入って音大だったんで、
それまではクラシックしかやってこなかったんですよ。でそれで大学に入って、ちょっと親元を離れたあたりでいろんなジャンルの音楽を聴くようになったんですけど、その時に私の趣味の礎を築いたじゃないですけど、そういう傾向を作ったアルバムっていうのが何枚かあって、でもその中でも3枚に絞るとかってすごい難しくて、でも一番めちゃくちゃ影響を受けたのっていうのは、有名なアルバムなんですけど、リンキンパークのハイブリッドセオリーですね。はい、もうこれはめちゃくちゃもう当時毎日擦り切れるほど、擦り切れるって言い方が古いですねテープじゃないんだから擦り切れないですけど、はい、毎日もう学校の通学中とか家にもずっと聴いてたし、本当は切れるぐらい、なんでそればっかり聴いてるのってぐらい聴いてました。はい、で2枚目が、マリリン・マンソンのアンチクライスト・スーパースターですね。はい、これもめちゃくちゃ聴いたんですけど、それまで大学で他の音楽に触れるまでライブってものに行ったことなかったんですよ。私クラシックの演奏会っていうのはよく親に連れられてとか先生に行ってきなさいって言われてお勉強のためにとか言ってたんですけど、普通クラシック以外の音楽の、ライブハウスっていうものに聞きに行ったこともなかったんですね。なんですけど、そのマリリン・マンソンのライブに初めて、だからライブに行ったのがそのマリリン・マンソン初めてでした。でもちろんその前の方の人とか暴れたりモーシュとかこうねすごい押してるとかあるじゃないですか。そういうのも初めての経験だったんでめちゃくちゃ衝撃でしたね。はい、そんぐらい、そういう体験も含め衝撃を受けたアルバムということで選ばせていただきました。で3枚目がもうめちゃくちゃ絞るのが難しくって、でも私の基礎を作ったのはやっぱりクラシック音楽ですね。でその中でもバッハってすごい偉大な作曲家、もちろん全ての音楽の父と言われるぐらいの人ですし、私ももう勉強するにはまずバッハから基礎からとかって言って先生に散々やらされてもちろんね、今となってはもうめちゃくちゃ好きなんですけど、その時はなんでこんなのばっかりやんなきゃいけないんだって感じで、大変だったんですけど、やっぱりその音楽も本当に素晴らしいですし、はい、もうなんていうかな、全てのもののやっぱ基本かなと思うので、これのバッハのバイオリンのための無伴奏のソナタとパルティータっていうのがあるんですね。ソナタが3個、パルティータが3個で全部で6の組曲みたいな感じなんですけど、はい、もう全部演奏したら何時間ってかかるんですけど、その何時間ってかかるのかな、かかると思います多分でそれで私がバッハのその無伴奏のバイオリンのためのなんちゃらはもういっぱいいろんな演奏者の CD 聴いて勉強したんですけど、その中でも一番素晴らしいっていうものがこれでダントツなんですけど、シェリングっていう人、バイオリニストの演奏しているバッハの無伴奏ソナタとパルティータですね。はい、これはめちゃくちゃ素晴らしいので、もしバッハ聞いたことないとかもう聞き飽きてるよって人もぜひ聞いていただけたらと思います。はい、以上3枚のアルバムでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。